あなたのお腹と陰茎を包み込むつぶつぶゼリー。どうもー、藤デーズです。はい、今日は先週告知した通り、オープニングのあなたのお腹と陰茎を包み込むの前から私の近況を話しているところにかけて流れるジングルをね作っていきたいなと思います。で、告知したのでジングルこういうのどうですかっていう意見も、Google フォームに届いております。ラジオネームズバタロさん、ありがとうございます。自分はあまりラジオを聞きませんが、音声のみの媒体の場合は CM 明けなど展開を変えるためにジングルを使うのかと思います。うずさんのこのラジオの場合はタイミングを取ることなくお話に入っているからジングルいるかなと思いました。うずさんの言う通りジングルの間の顔を作るの難しいと思うし、ジングルのような短い音源を作れる方って尊敬してしまいます。博多の塩の CM の音もそうですが、シンプルで短いものを作るのは本当に難しいと思います。考えても思いつきませんでした。ということでね、何秒かその顔を作るのが難しいなと思ったんですけど、5秒なら耐えれるのかなか、始まるその一瞬だけ画像を挿入してアイキャッチ風にするとか、そういう風になるのかな。ちょっとそれは試行錯誤して考えていきたいと思います。なのでそんなに本当の冒頭に流れるのは5秒くらいなのかな、わかんないけどかな。確かに短くてこう耳に残るの作るの難しい。いや、これはね、インディーズのラジオですから、同人ラジオなんで、同人 AV には出なくても同人ラジオなので、やっぱね、そういうちょっと荒いところも愛していただけたらなと思います。もう一つね、案が届いておりまして、ラジオネームカララムさん、ありがとうございます。こんばんは。いつも楽しく聞いています。ジングル企画が始まり、リスナーとの番組を作る雰囲気がなんかワクワクしてきています。ジングルを作ってみたらって提案してくれた方ですね。ありがとうございます。さて、ジングル案のアイデアとして一つ提案です。つぶつぶゼリーというタイトルコールを自由なアレンジ音声、メロディーやエフェクト、つぶやきスタイルなどで撮るというのがありだと思います。春に終了したバラエティ番組月ともぐらでは出演女優さんが入れ替わりで番組アイキャッチとして CM 前にタイトルコールをするスタイルでした。リスナーさんやゲスト女優さんでも好きなようにタイトルコールをしてもらってストックしていく。あとはゆずちゃんの気分で使い回すのいかがでしょう。私も今度挑戦してみます。ありがとうございます。確かに他の女優さんの力を借りるというのはめちゃくちゃね、ありがたい。もし協力してくれる方がいたらね、めっちゃいいなと思います。つぶつぶゼリーって言ってるのってお便りを読む前に言ってるから、これはあれだね、中盤くらいのジングルの案ってことで受け取って大丈夫なのかな。そこのタイトルコールを確かリスナーの方、ちょっとおじさんたちのつぶつぶゼリーもちょっと聞きたいので、そこもね、Google フォームに音声を貼れるところがあるので、自由に私のつぶつぶゼリーっていうのをカットしてなんか自由に編集していただくっていうのもすごいありだと思うし、多分そのエフェクトつけるとかは普通に素人の方でも簡単にできると思うので、それリスナーの方に募集したいね。私のつぶつぶゼリー、ちょっと今気合い入れて言ったけど、それを加工してもらったり、あとはみんなのおじさんお兄さんボイスで素敵なつぶつぶゼリーのタイトルコールを、
募集させていただきます。なので Google フォームに音声を貼るところがあるので、そこにアップしていただけたらと思います。でね、今日はまず最初のジングル案として、このねオタマトーンをリスナーの方からいただいたので、これを使ってちょっと短いやつを作っていきたいと思います。で、ちょっと私初めてオタマトーンをやるので、一回その3分でできるかな企画に付随して3分間で一旦このオタマトーンをマスターして、いい感じにちょっと収録してっていう風にしたいなと思いますので、まずね3分測っていこうと思います。3分測ります。はい、これね電池はもうすでに入れてある状況です。ちなみにでは3分間よーいスタート。まず電源を入れます。一旦大でいいね。待って、急がなきゃ。これどっちがいいんだろう。こうやって鳴った。こうやってなるほど。こう押すとこうなりますね。これが一番低い音で、これがドーンソのシャープかなですね。結構幅が広い。すごい。ちょっと指を動かしただけでも結構音階が変わっていきますね。ロー、ミドル、ハイっていうレンジがあるので、ローでやってみよう。ちょっとおならの音すぎるので、ちょっとハイにしよう。ハイかミドルだな。もうイルカが出す音だ。これイルカか琴絵のサイズリーだね。これ待って、これこっちの方が実はやりやすい説。左手でバイオリンと同じ方式でこっちで押さえるとかは。これなんかさ、聞いたことある。このなんかファックス送る音に似てるかも。実家で聞いてた。ちょっとミドルかな。やっぱミドルが一番使いやすそう。結構なんかいい感じになってる。これハイに待って、これはどうやってやるの？こっちはやってもやんなくても変わんなそう。いいじゃん、めっちゃ。はいかな。やっぱ迷うな。はいかミドルか迷うな。これ簡単に切り替えできたらいいのに。3分経ちました。ちょっとじゃあこっからね、ちょっといい感じに喋り我慢で一発勝負で撮って、それをちょっとエフェクトつけたりして実際のジングルにしていこうと思います。じゃあいきますよ。はい、こんな感じかな。な感じで収録した音源をもとに、今からね、未来の私が頑張って、編集してバックミュージックを作りますので、ちょっとね、皆さんちょっとご期待ください。じゃあ早速ね、作りたてほやほやの数分後の私が頑張って作ったジングルを
早速皆さんに聞いていただきたいなと思います。つぶつぶゆずゼリー、あなたのお腹と陰茎を包み込むつぶつぶゆずゼリー。どうも藤田ゆずでーす。はい、ということで今流れてるかな、ジングル。どうでしょうね。近況をお話しさせていただきますと、最近でもないか 2,3 ヶ月前くらいにポコアポケモンを始めて、全然本編をクリアできない事件を何週間前にお話しさせていただいたんですけど、やっぱりまだ本編の方はちょっとクリアできていないんですけど、はい、ちょっとそれは一旦置いといて、ポケモンのアニメを私見たことがないんですよ。というのも、クレヨンしんちゃんとレオンしんちゃんとドラゴンボール、ドラクエ、そしてポケモン現代の四神器アニメ、神アニメをまあね、ちっちゃい頃にちょっと親から禁止されてましたので、ちょっとポケモン見たことがなかったんで、ちょっとこれを機になんか見てないくせにポカポケもやってんのもちょっとどうかなっていうことで最近見始めて、そう、ポケモン今12話まで見ました。最近見始めたと言いながら昨日見始めて、なんで1日で12話もう見まして、今ゼニガメが出てきたところまで見ました。本当に面白すぎて、ポケモンって何年もやってたイメージだから、やっぱ何クールもあるから、で1期目が120何話とかまであって、絶対見終わるわけないと思って、まあ物は試しにと思って見始めたら、本当に面白すぎて、すごい、このポケモンを考えた人ってすごいなと思いましたね。いや、ピカチュウってなんで人気なんだろうと思ってたけど、やっぱピカチュウが人気な理由がすごいよくわかりましたね。すごい。で、なんか私ずっとアニメで、なんならポケットモンスターっていう漫画が主導で、漫画、アニメ、ゲームの順番で展開されていったのかなって勝手に勘違いしてたんですけど、ゲーム、アニメ、その他派生の漫画とかっていう順番だったようで、だからゲームが人気すぎてアニメになったらしいね。それすごくないと思って。どう考えてもアニメ先行で、もアニメがヒットしたからゲームも作りましたっていう感じの内容でも、もう全然そう勘違いするくらいのレベルの面白さのアニメで、本当にめっちゃ面白すぎて、これあれじゃない、見てるちっちゃい子の親もハマったんじゃないかってくらい。いやでも今放送するにはちょっとなんか良くないのかなっていう表現もあって、いやドラえもんのそののび太くんがどこでもドアガチャって開いたら、意図せず静香ちゃんのお風呂を覗いてしまうっていうシーンが昔あったと思うんだけど、それも今放送できないようで、ポケモンもなんかかすみっていう女の子が出てくるんだけど、かすみとサトシっていう有名なね、ウニみたいな髪型のメンズが一緒にね旅していくんだけど、そこで結構かすみが私はなんだっけ、美少女かすみ様よみたいなとか、なんかね、サトシとかに
ちょっと変なとこ触んないでよみたいなとか、そういう、あとファッションもちょっとお腹が出てたりとか足が出てたりとか結構露出激しめだから、なんか別に私はもちろんそういうエロアニメだとは思って見てないんですけど、ドラえもんと一緒で放送のなんか規制がかかっちゃいそうな感じのやつでしたね。いやでもそれが逆にその1997年に放送されたものだから、見てて安心感があるというか、それがすごい面白い。逆にそういうのがあるからちょっと笑える要素も増えてて面白いなと思いました。逆にしんちゃんとかももっとなんか規制されそうだよね今後っていう未来を勝手に浮いております。はい。やっぱね、今まで私あとポケモン1ミリも知らないぜとしての、ポッチャマが小学生の時めっちゃ流行ってて、全然ポッチャマが何者なのかちょっと未だわかんないんですけど、ポケモンで、ね、出てきたんだけど、その初代にが多分そのゲームの一番最初のゲームに出てきた150匹前後が初代で、その中にポッチャマが入ってるものだと思ってたら、なんかポッチャマって入ってないらしくって、あんだけ人気だったのはなぜっていう、まず今んとこの疑問ね。これはきっとアニメを見ていく中で解消されてくだろうなと思うんだけど、で、そう、ニャースが結構アニメの中だと覇権を得てて、ニャースってなんか喋れるの。ポケモンってピカチュウとかは、ピカチュウってなんか自分の名前が鳴き声なんだけど、ね、みんな知ってると思うけどね。ニャースだけ、なんとかだにゃって言って、普通に人間語喋って語尾がにゃみたいな。にゃんでもするにゃとか、ながついてるのはにゃになるみたいなね。猫語の、猫人間語。で、ニャースが、毎回絶対出てくるのね。でというのも敵が飼ってるポケモンらしい、どうやら。ニャースのことも今すごい知りたいなと思ってます。うん。で、なんか EV は、なんか急に私が高校生くらいの時から人気が出だしたなと思ってたんだけど、EV はどうやら初代らしい。で、それの EV も、なんか最初はそんな小学生の時とか EV なんて EV のイの字も聞いたことがなかったのに、今こうやって覇権を得ているのはなぜかっていう EV のことについても知りたいなと思ってます。はい。という近況コーナーでした。ということでね、今日も張り切ってやっていきたいと思います。ここでね、間のジングルもちょっと今後ね、作っていきたいと思います。皆さんのジングルなどもお待ちしてます。それでは今日も頑張っていきましょう。つぶつぶゆずり。はい。ちょっと先週お便り読めなくて、ちょっと申し訳なかったんですけど、今週は読んでいきたいと思います。まずね、ラジオネーム BCJ さん、ありがとうございます。でこちらね、喜怒哀楽のコーナーですね。こんばんは、ゆずさん。こんばんは。喜怒哀楽、考えてみたら、それぞれの感情的になることはあっても、同時になることはなかなかないと思いましたが、一つ思い当たることがあって、ここに書いてみることにしました。それは、スポーツです。やる方も観戦してる方も喜怒哀楽という感情が交差していると思います。うずさんもこういったスポーツを通じて喜怒哀楽感じたことはあるでしょうか？もっぱら観戦のみですが、観戦しているスタジオでも喜怒哀楽が渦巻いているのを含めて楽しく思います。なるほど、ありがとうございます。私なんだっけ、先週全然スポーツに関係ないけど、そう泉リオンさんと初めてご一緒した時に、すごい話しやすくていい方だな、話
してて安心するなっていう喜と楽の感情がまず一緒で一緒にこうやっていくうちに、おや、なんで私はリオン先輩と一度も作品で共演したことがないんだろうっていう怒りの感情がね、喜と、愛もあるね。楽全部4つコンプリートしたっていう、ちょっと最近ね、ありましたね。そのコンプリート事件。でも、スポーツって、プレイヤーとしてスポーツをしたことが、ちょっとないので、運動神経がなさすぎて、ないんですけど、見てる方で、点が入っ、そう、サッカーを、そのね、父と見に、ね、昔行ってたんですけど、点数が入ってた時にじゃん。で、は、そのなんか自分の応援してるチームの選手とかが、ファールを相手から来て潰されちゃったみたいな時に、が発生して、愛は引退しちゃう選手がいるとか、大事な時に負けちゃって、楽一緒に見てて楽しいねみたいな。楽は絶対毎回あると思うんだけど、楽しいって感情は。なかなか、その4つが揃うことって、ないなって思いましたね。私のファンの方とか、ちょっと前にゲストに来てもらった桃木ゆなちゃんとかが、すごい、あれですね。野球が好きみたいで、野球観戦だとまたサッカーとは違って喜怒哀楽が全部同時に起こるのかなってちょっと気になってます。野球観戦行ってみたいけどルールがわからないので勉強します。台湾過去と並行して、本当に野球のルールを覚える詐欺で、1ミリも覚えてないんですけど、なんか、ずっと野球のルールがわからないってさ、ちっちゃい時から思い続けて、うん十年。これもできない、覚えられないっていう自分の中の自己暗示がかかってるから、なんか覚えられない気がしていて、今後ね、野球が詳しい、それこそ桃木ゆなちゃんとかをね、イベント一緒になった時とか、その講習会やれたら面白いかもね、ってちょっとふと思いました。ということで、次のお便り読ませていただきます。ようくん、ありがとうございます。はい。じゃあまず夢物語のコーナー見ます。ゆずりんのパイ包みにされたいようくんです。最近見た夢の話です。たくさんのバニーが出る CM に参加させてもらえるという謎の企画にあたり、ウキウキした気分で行ったら、バニーガールではなく、10人のバニーボーイ、いや、バニーおっさんに囲まれました。そして俺もバニー衣装に着替えさせられて、みんなでラインダンスをするぞとなった時に、アラームが鳴り、目が覚めました。久々に見た悪夢でした。バニーの上書きをしたいので、イベントでゆずりんのバニー姿を見せてもらえませんか、ということでありがとうございます。パイ包みってさ、なんか私ミスドでしか見たことないんですけど、ミスドのさ、しょっぱい系のメニューで、シチューのパイ包みみたいな。ちょっと白いのがパイに包まってるみたいなやつがあると思うんですけど、それとかしか見たことないかも。パイ包みってでもなんか言われたら結構エッチに思えてきてから、さっき言っちゃったけど、ドーナツ屋さんでパイ包みを見てもそういう目で見ないように気をつけます。まだ、ちなみにモッチュリンは食べたことがありません。私、バニーガールを作品で着たことってあったっけ？あんまりないかも。イベントでも、なんか日本のイベントで1回、台湾
でも多分1回とかしか着たことないかも。だから2回しか多分私バニーガール着たことなくて、作品でもさ、バニーガールの衣装着させてもらえるのって多分巨乳の方しか着させてもらえないと思うので、バニーガールをできるくらいのプロポーションになるべくちょっと腹筋でも割ろうかなと思います。私もうなんか今日ちょっと似た夢を見て、その最近ポケモンと並行してブルーロック見てて、ちょっとねさっきのサッカー観戦の話にも追随する話だと思うんだけど、なぜか今ブルーロックのアニメを見出して、でそのブルーロック見て就寝したら、なんかブルーロックのそのパロディ AV を作るみたいな話になって、そのなんか SNS で流す CM を作ろうってなったの。本当に合わせたわけじゃなくて、なんか CM を作ろうってなって、その台本があって、ナレーションでなんか読まなきゃいけないのを、その、なんか、結構大きいメーカーでの撮影だったから、監督も私が苦手とするちょっと怖い監督だったんだけど、そう。まあ名前はね、出さないですけど。したら私台本を持ってきたのに、なんか、その、ナレーションの場に立ったら、台本が、ない、どうしよう、ないってなって、監督が、俺のじゃあ見ていいよっつってなんか投げてきて、で、それを、なんか、心臓バクバクで、絶対怒られるじゃんと思って、読もうとしたら、なんか目が覚めましたね。すっごい心臓バクバクだったし、すごいおしっこもちびりそうだったんだけど、この前もラジオで話ですが、寝てる間にの夢でおしっこ行きてーって思ってる夢、これは明晰夢っていうのかな。多分半分のが起きてて、実際も起きたらやっぱめっちゃおしっこ行きたいんだけど、一回も現実で漏らしたことがないから、やっぱ今回は漏らさずに済んで、人間ってすごーいって思いました。ということで次ね、喜怒楽のコーナー。ありがとうございます。ちょっと待って、冒頭難しい。やらしさに包まれたなら、きっと目に映る。てんてんてん。魔女の宅急便風のようくんです。ちょっとさ、私歌 NG なの知っててさ、言ってるよね。ちょっと、次会った時お仕置きだな。悲しい感情になった話で。悲しい感情になっちゃう。ごめん、ちょっとお仕置きは撤回するわ。このお便り書いてるのは4月初旬ですが、4月1日にエイプリルフールってありました？職場ではそんな場面に出くわさず、テレビや SNS も炎上を恐れてか全然目にしませんでした。確かに。あれだけ子供の頃は嘘がつける日だと喜んでいたはずなのに、イベントが減ってしまった感じです。大人の社会って嘘だらけだから、逆に嘘ついちゃダメな日くらいにした方がいいのかなと悲しくなりました。なるほど。確かに今年エイプリルフールってあった？確かに SNS も多分確かに去年の SNS 結構みんなエイプリルフールしてるなーって、しょうもない嘘ついてやがるぜって思ってたんだけど、今年そんなになんか嘘ついてる女優さんいなかったですね。でエイプリルフールってそもそもその日本だけの文化なのかな。そんなことないか。このつぶつぶゼリー、台湾の方とか韓国の方とかね、聞いてくれてるみたいですよ。なんですけど、皆さんのお住まいの国ではエイプリルフールって
どんな感じでした？今年のエイプリルフールは。ぜひね、韓国や台湾に住んでる方のエイプリルフール事情もね、知りたいですね。日本は、もう確かにエイプリルフールは、今年は観測されなかったかも。なんか去年は、梅雨なかったじゃん。で、一昨年も、多分梅雨なかったの。私の思うところによると。でも、今年は、今、めっちゃ梅雨なの。日本。で、だから、梅雨とかも忘れた年になんかやってくるから、エイプリルフールも忘れたら時に結構みんな盛り上がるんじゃないかな。私も、思い出したら、エイプリルフールで、なんだろう、アナル解禁しますとか適当に言いたいなと思います。それこそさ、ポケモンとかドラえもんとかの放送内容が厳しくなってるのと一緒で、エイプリルフールもだんだんなんか、ちょっと前まで結構大規模な嘘とかついてる、なんか企業の商品とかあったなーって SNS でもあったなと思うんですけど、みんなちょっと自重し始めてるなと思うので、私がね、でっかい嘘を考えて、エイプリルフール王に、俺はなる。ということで、エイプリルフールで、なんかやってほしいことがあったら、コメント欄に書いてください。それを上回る大嘘をついて、みんなを楽しませたい。そんな藤田ですね。最近ちょっと AV 業界暗いニュースが多いんで。あ、待って、ようくん、普通おたもくれてるわ。普通おたもじゃあ、読ませてもらおう。陰茎が皮に包まれているようくんです。医学用語ならセンフというのはさすがの発想だなと思いました。そこで今後発売の作品をいかにエロい言葉を使わずに紹介できるかチャレンジをやってくれないでしょうか。ゆずりんの語彙力ならできるんじゃないかと期待しています。待って、これめっちゃ面白そうじゃん。ちょっと今後発売というか最近、なんかどしどし作品が出てまして、そのうちの1個、ちゃんと藤田ゆずとして名前が出てる作品なので、今回は、題名も結構怪しいよね。バンされないように。これは保健体育で使う用語ね。所長が来たあの日から、父親に、と仲良くする娘ということで、父親と仲のいい娘かな。所長が来た思春期でも父親と仲がよくやってます。なんか伝わりづらいよね。はい。これは、私が、その所長が来た年齢らへんですっていう体で、やってる作品なんだけど、私がね、トマトがね、嫌いなんですよ。実際はめっちゃ好きなんですけど、トマトが嫌いなんで、その、トマトを夕食の時に残してたらお父さんにめっちゃ怒られて、愛のお仕置きをされるという話です。待って。タイトルが一番難しかった、これ。内容は全然いい感じだったのよ。そうだね。ちょっとお仕置きがあまりにも、ちょっとひどいお仕置きだったんで、ちょっと泣きそうになっちゃうよ、みたいな展開ですね。また、このエロい言葉を使わずに紹介できるかチャレンジやりたいですね。はい。じゃ最後ね。ラジオネーム、ゆずしか見えてない30代独身男性、かっこラゲタン。ありがとうございます。普通歌のコーナーですね。お疲れ様です。どうしたの？語尾が、これ私が噛んだわけじゃなくて、
本当のお疲れ様ですって書いてておもろいですね。漫画紹介ありがとうございました。ありがとうございました。好きな漫画が知れてめっちゃ嬉しかったです。ちょっと少女漫画紹介したんで、ちょっと本当に誰か読んでくれたら嬉しいですね。自分の思い出の漫画はいちご 100% です。本当学生時代のバイブルで今でも思い出いっぱいなんですけど、ゆずちゃん知ってる？またコーナー以外の企画も楽しみです。ではでは、ということで、いちご 100% って多分私のちょっとお兄さんお姉さんの世代がめっちゃ流行ってたやつですよね。そう、なんかエロいらしい、エロい漫画なのに、その性行為を初めてするときにちゃんとした描写が描かれてなくて、みんなキレたっていう話は知ってますけど、詳しい内容知らないですね。確かに。多分、今、ポケモンとか履修してるので、そういう王道系の漫画とかアニメとか、ちょっと見ていきたいですね。ドラゴンボールとか、それこそドラクエとか、ハンターハンターとかね。でも1号 100% はそこにも多分並ぶくらいの作品だと思ってるので、ちょっと少女漫画好きとしては読まなきゃいけないなと、ちょっと思いました。読者には全然その性行為の様子を見せてもらえないっていう、そのね、プレイ、読者に対するプレイなのかな、そういうのもね、味わいたいなと思います。はい。それでは、エンディングです。次回のイベントの告知をさせてください。ちょっとこれね、急な告知になっちゃうんですけど、6月22日の夜9時、21時に、ニコジョッキーの生配信に出させていただきます。こちらは、アーカイブありですね。で、なんか芸人さんと、なんか、まあ、ゆるく会話する感じ。まあ、だから、つぶつぶゆずゼリーを、みたいな感じです。なんだけど、芸人さんと一緒にゆるく会話するっていう番組です。で、7月の18日の夜、さつきなさんとレフカダさんで、夢を叶えて全問ボリューム7でした。ボリューム7でしたね。はい。なんかやってほしい企画とかがありましたら、教えてください。来る人、教えてください。Twitter とかでも、コメントでも何でもいいので教えてください。で、最後が8月の28日の平日なんですけど、金曜日夕方に、秋葉原で、この前やったエピカリ秋葉店、ラムタラエピカリ秋葉店さんで、リリーベさせていただきます。現在、つぶつぶゼリーは動画版を YouTube、音声版を各種ポッドキャストにて配信中です。すべて内容は同じです。お聞きのアプリで高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。通知もよろしくお願いします。Twitter での感想はハッシュタグつぶつぶゼリーでよろしくお願いします。お便りと、そのつぶつぶゼリーのジングル？中盤のジングルが Google フォームにて募集中です。はい。何回でもいいので、どしどし送ってください。それでは、今日もありがとうございました。バイバーイ。